皆さんこんにちは。今日は山梨県にある富士本栖湖リゾートにやってきました。ここでは毎年4月中旬から5月下旬まで富士芝桜まつりがやっています。冒頭の映像でもわかる通り、芝桜本当に綺麗です。富士芝桜まつり、それではご案内します。入場料はこの通り、概要欄にも載せています。お祭り期間は日にちによって料金が変わり、私は高い方の日に行っています。現金もキャッシュレス決済もできるので便利です。入場してすぐ、これをもらうのおすすめです。一人1枚までって書いてあります。こんな風に撮影できます。子供に持ってもらいました。ピンクい富士山、めっちゃ可愛くないですか？紙でできているので、この後兄弟喧嘩して引っ張り合ってぐちゃぐちゃにされました。会場全体はこんな感じ。広々している中に芝桜がぎっしり咲いています。この日は来場者もとても多かったです。池もあり、人が多いながらもゆったりとした時間を過ごせます。会場の一角にあるピーターラビット・イングリッシュガーデン。ここは会場全体の広さと比べると小規模ですが、芝生があり、散策以外にも座ってゆっくり過ごす人たちがいっぱいいました。次に撮影スポットを紹介します。まずはここ。全撮影スポットの中で一番並んでいたと思います。私も30分くらいは並んだかなという感じです。どの撮影スポットにも共通するのは、富士山はタイミング。並んでるときしっかり見えていても、自分の番が来るときには雲がかかっていたりとかもあるから、自分の番が来るまでどんな富士山と写真を撮れるかわかりません。あとやはり混雑日の子連れは全部は並べません。他にも黄色いドアを開けると芝桜と富士山だみたいな写真が撮れるところです。あとはハートのベンチがあったり、少し高いところから眺められる階段もあります。花で作られたミニ富士山もあって、本物の富士山と一緒に撮影するのもいいです。あとはピーターラビットのところでも、これ撮影のために止まってるんじゃなくて静かに兄弟喧嘩してます。カヌーのところでは QR コードをスマホで読み込んでセルフで撮影できるサービスもありました。こんな感じです。次に食事の紹介です。今回はイングリッシュガーデン前の広場で出店の食事を買って食べました。結構人が並んでいたので、いろいろなフードトラックが来てたけど、私は一つしか並んでいません。これは富士山溶岩唐揚げ、650円です。溶岩に見立てて真っ黒の見た目ですが、衣がパリパリ系で一つ一つも大きめで美味しかったです。これが絶品チーズメンチカツ。もう写真はこのタイミング。中のチーズが伸びてチーズ好きにはたまらない。子供たちにも一番ヒットしていました。550円でした。あと、主食も欲しくて肉巻きおにぎりも食べました。650円でした。
広場には机と椅子が用意されていて、混雑日は席取りが大変だったけど、他の方と相席しながら食べました。ゴミ箱も設置してあるので、会場を汚さないようにちゃんと捨てて帰りましょう。会場内のトイレなんですが、イングリッシュガーデンの向かって右、この辺りにありました。中にはおむつ替えできるスペースもありました。チケットを買う前の場所に仮設トイレもありました。ちらっと見える青い扉が一つずつ個室のトイレになっています。夏の終わり頃には今年3年目となる虹の花祭りもやるそうです。この時期は通常まだまだ暑いですが、山の上だから街中よりは涼しいはずです。ぜひ足を運んでみてください。アクセスです。私は車で行きましたが、各所から観光バスなども出ているので、ぜひご利用ください。ただこのマップでわかる通り、会場へはこの一本道から入るしかありません。ということで、大渋滞します。私は9時くらい到着を目指して家を出発して、その時点では渋滞はなかったのですが、やはりこの道で渋滞にはまり、結局朝10時くらいに会場に着きました。できたら朝一番に行くのがおすすめです。日本ではゴールデンウィークという連休の日だったので特に大混雑でした。駐車場から渋滞は起きていたのですが、駐車場に入ると意外とすぐに止められたし、チケット購入や入場もスムーズでした。ただ、高い値段設定の時はやはり混雑日、会場内は人が多かったです。海外の人もたくさん足を運んでいて、異言語がいろいろなところから聞こえてきました。帰りももちろんこの一本道は渋滞。その後、高速道路に向かう道でも渋滞。高速道路に乗ってからも渋滞っていう感じでした。もし休日にこだわりがなければ、このゴールデンウィークは避けるのが無難です。あと、日焼け対策。私は帽子を持っていくのを忘れてしまったんですが、特に紫外線に弱いので、頭皮が日焼けして真っ赤になって、今、櫛で溶かせないくらい痛くなっています。でもぜひ、この景色は一度見てもらいたいです。ご視聴ありがとうございました。